はい、皆さん、こんにちは。今日はですね、スパイスボーイズギアリスト第1弾ということで、こちら、エバニューのチタンカップ 400FD、こちらをご紹介したいと思います。はい、大まかに分けてスペック、それからレビュー、この2つに分けて説明していきたいと思ってます。レビューの後にちょっとした実験やっていきます。ちょっと盛りだくさんになると思うんですけど、お楽しみください。はい、スペックはこんな感じで取り上げてみました。重量、素材、容量、価格、購入先、使用可能は全シーズンということで、どうですかね。ちょっと掘り下げていきますね。このスペックの中の重量をまず見ていきます。 50g ってことなんですけど、僕は取っ手を取って外して使ってるんですけど、外して使えば 36g になるということで最小にしてます。 50g から 14g 減らせると考えたら、取っ手を減らすメリットはあるかなと思います。ここがないことで少し使いづらくはなるんですけれども、問題ないかなって感じです。見た目もシンプルになるのでいい感じですね。次にサイズ感見ていきます。文庫本と比べたらこれくらいですね。で、外のこのパワーガス105、この小さい方のガス管がちょうど入るぐらいのサイズです。どうですかね。かなりコンパクトだと思うんですけど、手のひらサイズです。で、ちょっと分かりにくいかもしれないですけど、かなり薄いチタンで作られてます。直径が 9.5 センチと深さがだいたい6センチぐらい、これぐらいのサイズです。容量はですね、ここすり切りまで入れて 400ml なんですけど、途中で150と250、ここに線が入ってて分かりやすくなってます。400沸かすことはできないですね。ボコボコってなりますので。なので350ぐらいが限界かなと僕は思います。価格は定価で税込み2090円。ただAmazon では、ここだけの話、少し価格が高く売られてましたので、できれば適正価格で買えるのがいいんじゃないかなと思います。で、僕は購入はもうインターネットで買いました。で、これ自体はもう春夏秋冬季節問わず使える、そういったギアになります。はい、スペックに関してはこんな感じでどうですかね。それでは今からお待ちかねのレビューをいきたいと思います。はい、レビューに関してはいいところ、グッドなところとバッド、バッドまではいかないですけど、使い方によっちゃバッドになりそうだなっていうようなところ、こういうところに着目して話していきたいと思います。はい、こちらの 400FD の僕の一番好きなところはやっぱり軽くてコンパクトなところです。わずか36で 36g でですね、ご飯も食べれてコーヒーもいけるみたいな、そんなの他にない気がします。軽いんで本当ひょいと持ち上げるのが楽に持ち上げれます。軽さはやっぱ正義ですね。この400ぐらいでご飯もコーヒーとか飲み物もいくってなると、もちろん選択肢としてはフリーズドライが第一選択になってきます。僕はフリーズドライ自体も軽くて持ち運びやすい、扱いやすいのでフリーズドライが好きなので、その組み合わせというか 400FD とフリーズドライでいくっていうのが一番ベストだと思います。この軽くてシンプルでフリーズドライに特化するみたいなのがやっぱりウルトラライトっぽくて、もうこうやってる感が出るんですよね。やっぱそこがもうこれの最大の魅力だと僕は思ってます。で、実際にじゃあどういったものがフリーズドライで食べれるのか、この1回の湯沸かしでですね、それを具体的にちょっと見てみたいと思います。はい、こんな感じで、この書いてるのは必要な水の量ですね。
結構バラエティに富んでるというか、この他にも、味噌汁とかもありますねとか、割とフリーズドライ種類が多いんでたくさんのものがいけます。組み合わせでこの 160ml のわかめご飯とミネストローネを一気にいけるとか、ご飯と味噌汁をできるとか、トマトのクリームパスタと紅茶を飲むとか、そういった感じで組み合わせて、1食分ぐらい楽しく食べれるかなっていう感じのセットが可能です。そしてここも僕のこの 400FD の大好きなとこなんですけど、いろんなパターンのスタッキングが意外とできるっていうところですね。小さいけどできます。まずはこのバーナーを使ったセットです。でこのバーナーがコンパクトなやつなんですけど、これが外のウィンドマスターとかアミカスとかそのサイズだったら厳しいです。小さいのを用意していただいたら簡単にスタッキングできます。これでも200g ぐらいの重さですねでできます。でこのバーナー、ガス管を使ったバーナーのセットだけじゃなくて、ここをアルコールにすることもできます。こっちはもう軽さ重視で1泊2日、それからワンデーハイクぐらいの短い距離、短い時間で沸かす回数が少ない時はこっちで十分だと思います。こんな感じでスタッキングも結構いろんなパターンができると。これマルチディッシュのっていうやつでエヴァニューの商品です。これも蓋と皿代わりに使えるやつですね。これですね、パタゴニアのバギーズです。僕はもう山に行くときはもう絶対これなんですけど、冬以外はこれのポケットに入るんじゃないかと思ってやってみました。で実際にポケットに入りましたね。こんな感じで本当に軽量でコンパクトで丈夫で持ち運びも楽、それからスタッキングもできると、最高の道具だと僕は思うんですけど、どうですかね。あります？ここのパタゴニアのバギーズのポケットに入るクッカーって手ぶらでいけるってことですからね。これワンデーハイクなら右のポケットに水、左にこれ、後ろにエマージェンシーファーストエイドキットを入れとけばもうこれで手ぶらで山行けますよ。最高じゃないですかね。こんな感じで僕の大好きなギアのグッドな部分紹介してみました。はい、では次にバッドなところ、これは 400FD にはできませんよっていうところもあるので、そこを説明したいと思います。はい、いいとこの裏返しですけど、容量不足になる時があるということですね。例えば大きめのカップ麺とか、水が400以上必要になる場合は対応できません。これに関してはもう大きいカップラーメンを食べたい方はこれでは無理ですね。あと調理、例えば肉を焼いたりとかお米を炊くっていうこともできなくはないですけど、その後の処理とかを考えるとかなり厳しい、やめた方がいいと思います。もう完全に水を沸かす、お湯にするっていうことだけに特化できれば、そこはデメリットにはならないかなとは思います。あともう一点、これも長所の裏返しになるんですけど、軽いので風が強い時とかは飛ばされる可能性があります。以前僕も近くにドクターヘリが降りてきたことがあって、その時に中身水が入ってなくてヘリのダウンウォッシュで少しじゃないですね、結構吹っ飛ばされました。だから軽いっていうのはそういった風とかに弱いっていうことでもあるので、使う場所とか、その時の気候とかを考えて使えない、軽すぎてちょっと扱いづらくなるっていうことはあります。デメリット的なところはそれぐらいな気もします。じゃあ最後に実験をやっていきますね。それでは最後にですね、 350ml の水、これをアルコールストーブで沸かす実験をしたいと思います。
アルコールは 10ml で水は350用意してます。でこれ室内で無風状態で温度がだいたい25度ぐらいの状態でやってます。ちょっと長くなるので早送りします。はい、結果はですね、350の水を 10ml のアルコールでだいたい8分半で沸騰ができました。結構熱くなってるんですけど、こんな感じで手ぬぐいで持てば割といけます。手ぬぐいでやるか、もしくは指を鍛えてください。はい、こんな感じでスパイスボーイズギアリスト第1回目のエヴァニューのチタンカップ 400FD やってみました。ちょっとまだ慣れてないので分かりづらい部分とかあったと思います。なんかこういった情報が欲しいとか、こういうおすすめのクッカーがありますよとか、どんどんコメントいただければと思います。次回はまたゆるくやっていこうと思ってるので、いつになるかわからないですけど、これぐらいのボリュームでいけたら楽しいかなと思ってます。いつも登録をしてくださって動画を見てくれてる方、ありがとうございます。こんな感じの動画ですけど、楽しんでいただければ幸いです。これからもどうぞよろしくお願いします。じゃあまたね。